こんにちは、たかしです。本日は10月1日土曜日、週末ですので、来週3日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは週足からです。今週の週足はかなり大きな陽線となっております。下髭の長い陽線ですね。ただこの週足単位のトレンドラインを一度下に割れてますので、もう一度下を目指す可能性もあるので、その辺は注意が必要です。インジケーターに関してはちょっとよくわからない。ストキャスティクスはぐちゃぐちゃしてますね。MACD、ここが注目なんですが、この矢印を書きましたが、MACD ずっと下を向いていたんですね。この頃っていうのはここです。ここでの長い揉み合い期間。チャートとしては横横の動きなんですが、MACD は下を向いていてダイバージェンスを起こしていた。そしてそのダイバージェンスからの下落がここ3週間の出来事かなというふうに考えています。そして今週のこの上昇でこのダイバージェンスが解消されるのかどうかというところですね。ただ全体としてはここにエリオット波動の1、2、3、4、5波。という風に今5波が完成してそこからの下落に入っていると考えられますので、一旦ターゲットとしては達成したんですが、修正波というのは A、B、C と動くことがありますので、今のこの下落はまだ A 波の可能性がありますね。そう考えると今から B 波、そしてそこから C 波という風に動いていくことが考えられますので、ここからどんどん上昇していけるのかというと、そうじゃない可能性も高く残っていますので、その辺は注意ですね。そして今週の週足と先週の週足を見ていただきたいんですが、こんな感じですね。先週の大きな陰線に対して今週は下髭の長い大きな陽線となってますが、結果的には先週の陰線の実体部分を今週は上抜けられていないんですね。そして先週の陰線と今週の陽線を合わせる、合体させると、これはここまでの下髭の長い陰線となりますので、この下髭が長いとはいえ陰線が出た場合はもう一度下を試す場合がありますので、その辺は注意と考えると、ここから A、B と来てそこから C 波が出るんじゃないのかなというふうにも取れます。今この上昇が B 波で、これが B 波の終わりなのかと言われるとそれはわかりませんが、今ここからもう一度この安値を目指して下落してくる可能性、もしかするとこの安値を下抜ける可能性っていうのもまだ残っていますので、その辺は注意が必要です。では日足です。日足では昨日言ってましたが、この GMMA 付近を上抜けられるかどうかっていうところで、結局昨日は上抜けられていないんですね。ここのところ連続陽線で下髭もつけてますので、比較的強いんだろうっていうのはわかるんですが、今は日足の GMMA に抑えられてそこから再下落する可能性。そう考えると A でこの上昇が B、そこから C 波というのが出なくもないなというふうにも考えられます。現在はこの白のボックスの中に戻ってきてますので、もしかしたらボックス上限を目指す可能性もありますが、今のところはまずはこの日足の GMMA を上抜けられてからになりますので、ここが上抜けられないとそこからの再下落には注意ですね。その場合はここ、もう一度この安値149円ぐらいを目指してくると考えられますが、それまでで反発上昇するかもしれませんし、さらにこの下落と同じだけの大きさの下落が起こる可能性もあります。そうなると149円を明確に下抜けてきますので、この辺ぐらいまで144円ぐらいまでは下げてくる可能性がありますね。今、インジケーターストキャスティクスは高値圏に向かって上昇中。そして前回のここの高値圏からのデッドクロスがここでの下落なんですが、今そこを目指して上昇中となってますので、ストキャスティクスが高値圏からデッドクロスすれば比較的大きめの下落が起こりそう。それが C 波になる可能性もありますね。MACD に関しては今は下落モメンタムが消えつつあるというところですね。ただ来週週明けからの下落には注意が必要ですので、月曜日の動きが注目ですね。月曜日がここから大きく上げてきて、月曜日の日足のローソク足がこの GMMA の上に乗ってくればそこからの上昇を考えられるんですが、もし月曜日がここで上げ止まる、もしくは陰線が出るなどをすればここからの下落っていうのが考えられます。その場合ストキャスティクスがデッドクロスの方向に動いてきますので、もう一段安には注意が必要ですね。では4時間足です。現在この高値からこの安値にフィボナッチリトレースメントを引くと 61.8% がこの辺付近を通ってるんですね。だいたいその辺ぐらいで今上げ止まってる感じ。そして今この白のゾーンに突っ込んできてるんですが、ここは過去の揉み合いですね。この辺。
この2つの白のゾーンに囲まれたところっていうのは揉み合いになりやすい、レンジになりやすいところですので、今ここからはレンジになりやすい方向感が失われるポイントに来ます。ただ目線としては今1時間足はこの上目線、そして4時間足は下目線っていうところで目線がバラバラですので方向感が出にくいところには来てるんですが、一旦はこのオレンジのライン、ここが4時間足の目線切り替えポイントになりますが、164.4 付近を目指して上昇してきそうではあるんですが、今ここ日足の GMMA がここを通っていますので、もしこのオレンジのラインまで上げてくることができれば、次は日足の GMMA に乗ってそこからの再上昇という風にはできるんですが、もし週明け月曜日に一旦このオレンジのラインを目指してそこから大きめの下落をしてまたここに戻されるようなことがあれば、そこからは大きめの下落というのが考えられます。現在はどちらにでも行きそう、そんな雰囲気ですが、まずは4時間足単位でトレードするのであれば、一旦の押し目、深めの押しを待つのがいいと思います。今ここで揉み合ってここから上昇した場合は優位性がありませんので、おそらくオレンジのラインで反発して大きく下落する可能性が高くなるとも考えられます。今は4時間足 GMMA が下から上がってきてますが、まだ収束はしきっていませんので、ここから収束して上昇するにはもう少し時間がかかりますので、そこまでの下落、だいたいこの辺ですね、158円ぐらいまでの下落は見ておいた方がいいかもしれません。ただ前回の高値が 157.2 付近になりますので、この辺までの下落も考えておいてもいいと思いますが、ここまで下落してくると次4時間足の GMMA を下抜けますので、そうなると上値が重くなってくるのかなと思いますので、一旦は158円か159円ぐらい、この辺で下げ止まるのを確認してからの4時間足単位での押し目買いとなってくると思いますが、ただ日足の GMMA に抑えられて下落してきたとも取れますので、ちょっと今は難しいところですね。今インジケーターは高値圏からデッドクロスしてますが、あまりクロスの仕方が綺麗ではありません。それは MACD の上昇モメンタムが強かったっていうことが原因だと思います。昨日の動画でもお話ししてますが、デッドクロスしてきても MACD の上昇モメンタムが強いので下げにくい、もしくは下げてもすぐに上昇するだろうっていう、そんなイメージだとはお話ししてたんですが、まさに今そんな感じですよね。デッドクロスは1度しまして1度2度としているんですが、結局 MACD が強すぎたのでそこから今下げられずにいますので、今ここから下げてくるにはもう少し MACD のモメンタムが減少していくことが必要です。今だいぶ減少してきてますので、週明けここからやはり一度下落するのか、それとも一旦上昇するのか、そして上昇した後の下落になるのかという、そんなところが注目ポイントです。どちらにしましても今4時間足はこの GMMA が反転上昇するかというところですので、トレンド転換のポイントにありますので、ちょっと分かりにくい動きをしてますね。明確に4時間足の GMMA でサポートされてそこからの上昇という風になってくると、4時間足単位での今上昇トレンドを描いているとは言えるんですが、今高値は更新してるんですが、次安値の切り上げが行われればそこからのトレンド入りとは考えられますが、今もう一度押しをつけてほしいところですね。そして問題なのは直近の戻り高値を超えられていないところですので、この戻り高値を超えてくるまでは思い切って買っていくのは難しいのかなとも考えます。なので一旦の上昇ターゲットは 164.4 付近、この辺に来たところでは次は下落を狙ってのエントリーがいいのかもしれませんね。ここでお知らせです。インジケーターに関するブログを書きました。タイトルは勝てないのはインジケーターを理解していないからかも基礎編としました。僕が普段使っている GMMA、ストキャスティクス、MACD に関する使い方説明のブログになります。かなりわかりやすく書けていると自負しておりますので、もしよければ一度ご覧ください。では1時間足です。1時間足は綺麗に上昇トレンドを描いております。ただここ N 波動なんですね。ここにこういう N が描けるんですが、今この上昇分がもう達成されてますので、今一旦はターゲット達成と見ております。そしてここを抜けられるかどうかなんですが、ここは過去の揉み合いゾーンに入ってきますので、この辺は上値が重いで、方向感がなく動きそうなところになってきますので、ちょっとここからは難しいところかなと。今狙うのであれば、今ここのポイントからの戻り売り、この N 値を達成後の下落を狙っていくのがいいんじゃないかと考えてます。ストキャスティクスは今高値圏にありますので、週明けここからどうなるかですね。ここから下落してくると比較的大きめの下落になる可能性。今の状態で下落すると4時間足の GMMA を下抜ける可能性が高いので、そうなるとやはりここを目指して、この149円ぐらいを目指して再下落する可能性が考えられます。ただ、ここの黄色ラインっていうのは過去の高値で、ここで2度反発しているところでもありますので、ここは一旦の買い支えが行われる。なので、ここで反発してくれば4時間足単位での押し目買いが入ってくるポイントですが、今4時間足の
GMMA が微妙な感じですので、ここまで下落してきた時、反発はするでしょうけれども、そこからこういった大きな波をイメージできるかというと、今の時点ではちょっとイメージしにくいので、下抜ける可能性が高いんじゃないのかなとも考えられますので、週明け初頭から下落してきた時は注意が必要ですね。そのまま大きく下落する可能性がありますので、まずは月曜日の動きに注目です。月曜日始まった時にここから大きく抜けてきた場合は、一旦はオレンジのラインぐらいまで。ただ、このオレンジのラインっていうのは反発ポイントになってきますので、ここからの下落で、月曜日のローソク足が陽線で終えた場合は、日足の GMMA を上抜けてくることになりますので、そこからは買っていけると思いますが、月曜日が大きく上昇しても、最終的には戻されたみたいな形になる場合は、逆にそこからの大きな下落っていうのを想定しますので、その辺は注意ですね。今はちょうど分岐点にあるなとは思いますので、上にも下にも行くという可能性を考えてトレードしていくのがいいと思ってます。ということは逆に言うと、上に行くのか下に行くのかがすごくわかりにくいというところですので、今1時間足では上昇トレンドを描いてますので、下がってきたところでは短く買っていくことは可能だとは思いますが、今、日足の GMMA に上値を抑えられている状態ですので、それを突破しない限りは、上昇トレンドに入っていくのは難しいと考えますので、今どちらかというと、このオレンジラインまで上がってきたところでのショートエントリー、もしくはこの現在地ですね、ここからのショートエントリーっていうのが分かりやすいんじゃないのかなと考えております。そしてこの黄色のライン、157.3 付近、ここを下抜けてくればここからもう一度戻り売りっていうのがしていけると思うんですね。過去のレジスタンスラインが次ここに下がってきた時にサポートになればいいんですが、そこのサポートを次下抜ければ、そこからもう一度レジスタンスラインに変わってきますので、そこからの戻り売りでこの辺付近149円ぐらいを目指して、今度は下落してくると考えられますので、その辺を目安にトレードしていくのがいいんじゃないでしょうか。それでは本日はここまでです。今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。